はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は HG サウンドシンバルスプロです。かなり久しぶりにイントラコンカ型が来ましたね。そう、たまーに新しいのも聞いておきたくなったんで、これもタイムオーディオストアさんに送ってもらったんだよ。HG サウンドのイントラコンカってちょっと気になったし、ハートミラーが良かったですもんね。そうそう。イヤホンなのに名前がシンバルなんだ。パッケージの女の子裏切ってシンバルじゃなくてギター持ってるよ。何を根拠に裏切ったなんて言うのよ。でも確かにシンバル持てば違和感なかったかもね。これはシンバルの音だけ聞こえるなんてことないよね。ないよ、ない。ちゃんと全部の音聞こえるよ。逆にシンバルの音だけ聞こえる方が難しいよ。ミミィちゃんのボケっぷりがすごいわね。いやいや、私は台本通り進めてるだけよ。なんでシンバルって名前なんだろう。ボディの形がなんとなくシンバルに似てるからかな。ここにはシンバルの起源が書いてあったから和訳してみた。打楽器だし、かなり昔からあったってことがわかるよ。今回はシンバルズプロとなってるけど、2019年に最初のモデル、シンバルズが出ていて、その後継モデルなんだね。4年前だとまだレビュー動画作ってないどころか、中華イヤホンを1本も持ってなかったわ。イントラコンカなので、音収録はなしってことでいいですか？波形測定と他モデルとの比較のみだね。価格が4000円台。クーポン使うと3000円台で買えそう。同梱品はこんな感じね。この価格でもちゃんとケースつけてくれるのはいいよね。カラビナもついてる。あとは消耗品のイヤーパッド。これはたくさんあった方が嬉しいね。シンバルスプロはリケーブルできないタイプです。同価格帯の TRN-EMX や2000円台でもリケーブルできるモデルもあるので、これはちょっと残念。リケーブルできれば断線なんて怖くないもんって思い切って使えますからね。ドライバーは 14.2mm ダイナミックタイプ。ポリマーコンポジットダイヤフラム。口径はイントラコンカとしては標準的と言えそう。あんまり口径が大きいと耳にフィットしないからね。じゃあ波形を見てみましょう。以前レビューしたイントラコンカタイプの TRN-EMX との比較です。EMX も価格帯はほぼ同じです。シンバルズプロと同じ日に同じ条件で EMX を測り直したので、以前測った波形とちょっと違ってるけど、そこはご勘弁を。それとケーブルは使用上同条件にできないので、これもあらかじめご了承ください。なんか割と似てますね。そうだね。イントラコンカは密閉度が低めで低域が抜けていく分を考慮して、低域から中域にかけてはこういう感じでしっかり出してる。ドンシャリとは逆のかまぼこ型っぽい。多くのカナル型のチューニングと違って中域までしっかり出ている分フラットっぽくて、それがちょっともわっとする感じもあるけど、イントラコンカ特有の音が自然に抜けていく分で相殺しているように感じる。これがイントラコンカのチューニングの特徴っぽいね。EMX って結構音良かったと思うんですけど、それに似てるってことはシンバルスプロもいい感じですか？いい感じだよ。やっぱりイントラコンカって装着してて楽なのがいいわ。ただ慣れないと低域がしっかり出るポジションをキープするのが難しいね。ケーブルの重さに引っ張られてじわじわずれてきて、気づいたら低域が抜けちゃってみたいなね。なのでシンバルズプロのケーブルはシワ掛け用に癖がついてないけど、シワ掛けした方が安定して装着問題はほぼ解消。音量を上げると音漏れは結構するから、外で使うときは注意が必要だけど、長時間のリモート会議とかで使うにはイントラコンカ楽だし、会議ならマイク付きを選んだ方がいいかもね。今出先では耳を塞がないタイプの TWS を使ってるけど、イヤーフックタイプなので長時間装着してると翌日耳の後ろがかぶれちゃってることあるんで、シンバルズプロも付属ケースに入れてカバンに入れておこうと思う。ジャックさんはやっぱり音楽よりドラム視聴とか会議メインで使いたいみたいですね。そうだね。音楽を聴いた感じはどう？最近いい音と思えるカナル型を結構連続で聴いてて、イントラコンカと比べるのはフェアじゃないけど、切り替え直後は音楽にはちょっと物足りない印象だった。慣れの問題もあると思ってドラマを何本か視聴してみたけど、音質はとてもナチュラル。人の声は刺さらないし、声以外の音全体が自然なんでストーリーに集中できたわ。耳が慣れてきたところでもう一度音楽を聴いてみると、最初に聴いた時より印象良くなってる。 EMX に比べシンバルズプロの方が低域が波形比較の通り量感がやや増してて、高域にかけてもやや音がはっきりしてる印象だったね。わかりやすく明瞭な音質と言ったらいいのかな。これは比較波形を見る前からの印象だから裏付けできた感じ。作業しながら音楽聴くにはイントラコンカがいいと思うけど、1年ぐらい前から耳を塞がないタイプの TWS も常用しているから、家でのイントラコンカの出番が少なくなってるけどね。そうなのね。家の中とはいえ TWS だと動き回れるもんね。EMX とシンバルズプロだとどっちが好きな音？どちらも満足できるけど、どっちかというと低域、高域が少しはっきりして分かりやすい分、シンバルズプロの方が好きかな。じゃあ今使っているイントラコンカが壊れちゃったからどうしようかなって考えている人にはシンバルズプロもありかな。リケーブルできないのがちょっと残念だけどありだと思うよ。カナル型ほどではないけど、イントラコンカも一定の需要があるから定期的にニューモデルがリリースされてて、低価格でも結構満足できるモデルがあるんで、シンバルズプロも検討対象になるんじゃないかな。ということで HG サウンドのイントラコンカモデルシンバルズプロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。
MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。